ごきげんよう、犬小屋県ポーチです。今ですね、緊急で動画回してるんですけど、はい。なんとですね、ポケモンレジェンズアルセウスに登場するギガトンボール。よくわかんない模様びっしりのやつですね。あれの模様と配置を完全解明してしまいました。解明に至るまでのいきさつと調べていって判明した事柄、そして模様の全配置をご紹介させていただきます。それでは最後までお付き合いよろしくお願いいたします。ちなみに画面下の CC ボタンというのを押していただくと字幕付きでお楽しみいただけますので、ぜひ。事の発端はいつものように木製蒸気モンスターボールを作るべく図案の設計をしている時に遡ります。このような感じで公式さんの画像を参考にして模様をなんこれこれどうやって作るのっていうか、この模様なん私は調査に出ました。現地に入りポケモンにギガトンボールを投げます。見えねえ。引き続き調査を行います。ちなみに時空の歪みは昼間でも夜のように暗いので見えるわけねえ。手法を変えてみることにしました。具体的には投げるのではなく手に持った状態でよく観察するというものです。正直普段はこの方法で観察しているので順序を間違えたようです。あらゆる角度からボールを撮影しまくりました。そしてそれを紙に書き起こしていきます。いくら画像が上がったといってもゲーム画面のスクショなのでなんとなくの形状を把握するのがやっとでした。とにかくそれらしい形状を真似するしかない中、模写を筆ペンで行うことにしました。アルセウスは和風モチーフなので直感的にいけるんじゃないかと思ったわけです。筆の流れ的にこうじゃないかと予想を立て何パターンも試していきます。多分こんな感じというふんわりした感触を糧にとにかくこれを繰り返しました。ちなみにこの時点で柄は2段に分かれており上下合わせて計28個であることが分かりました。分かるところから自分なりに模様を解釈して埋めていく作戦に出ます。一体何を書いているんだ。正直こんなことを思いながらも考古学者だってこうやって過去の謎を解き明かしているんじゃないかと自分を鼓舞して進めます。しかしなかなか埋まらない。それはそのはずでこの方法だと特定のアングルしか観察できません。ということで再び調査に出ました。今度はバトルに持ち込まずポケモンに直接ボールを投げ、よし。これを繰り返します。これが意外とよく最初こそアングルに苦戦しましたが、今となってはきっちりとドアップのギガトンボールを撮影することができるまでになりました。そしてこれも書き起こします。どうしても耳で断ち切られた部分は形を想像するしかなく、なかなか困難を極めました。文字だったらこんな形だろうと自然な筆運びを心がけてっていうか、これ文字じゃね？私は急いで帰郷しました。寿村へ。わあ、文字じゃん。模様じゃなくて文字じゃねえか。私は改めて文字の採集に取り掛かりました。文字と分かればそこからは早いもので、作中で文字を見た場所を手当たり次第に調査しました。もう筆に迷いはありません。何書いてんだろうなどと思うこともありません。なぜならこれは翡翠の人々の生きた証だからです。これは文字、彼らの生活そのものなのです。私はこの文字を翡翠文字と名付けようと思います。もう多分この文字は見ないでも書けるようになりました。書道のコンクールとかあったらそれはちょっと自信ないんですが、それでも自分の子供に教えてあげられるくらいにはなったんじゃないでしょうか。ということで必要な文字を全て書き起こしました。ここからは仕上げの作業に入ります。筆文字をデータに起こし配置などを確認します。
筆文字をスキャナで取り込み、フォトショでパス化した後、いられで編集という手順を踏みました。筆の感じを残しつつ簡潔なフォルムになるように調整を行います。さて、ではボールの形に沿って文字を配置していきましょう。手書きなので文字ごとにサイズや線の太さなんかを調整する必要がありました。赤い円は公式のイラストから割り出した文字サイズの目安です。今文字の隙間が空いているところがありますが、そこは耳が入ります。耳にも模様が入ります。そう考えるとギガトンボールって見た目めちゃくちゃうるさいですよね。ということで上半分はこれで完成です。下半分も配置していきます。実は下半分のいくつかの文字はどうやっても解読ができず困っていました。しかしこれ見てください。6個の部分は文字の並びが上下で全く同じなんです。そして8個の方はというと半周ずれて同じ順番なんですね。これでやっと無事に全ての文字を解読することに成功しました。あとはその通りに文字を並べるだけです。ギガトンボールの配置がそろそろ完成しそうなんですが、ここでちょっと今回調べて分かったことなんかをざっとお話しできればと思います。分かったこと1、横文字は右から左へ読む。これは地名の表記を見るとすぐに分かります。我々が調査をするフィールドはどこも〇〇の〇〇というように真ん中にのを挟む地名になっています。実際に見てみるとどこの地名にも真ん中には同じ小文字の N のような文字が入っていますね。これはのを表しているのが分かりました。で、ここです。麗しの小人さんが住まう古の隠れ里ですが、この地名を見るとのと N の位置が逆になっています。つまりこの文字は逆から読むのが正解ということになりますね。かつての日本がそうであったように、この時代には文字を右から左に読む風習があったようです。わかりませんが、この看板も右からい、ゆ、み、か、反対から読むとかみゆいとなっているのかもしれません。わかったこと2、文字そのものに特定の読み方は設定されていない。文字を読む方向が分かったと同時に、じゃあ他の文字も日本語に当てはめていけば解読できるんじゃねと一瞬思いました。でもそこで仮説は崩れます。地名にも登場するこのボンみたいな字なんですが、あるところではカタカナのブ、またあるところではおと読ませたりしています。どちらも正確な日本語名が判明しているものなので、ちょっとこれは単純な対応関係にはなさそうだなというのが正直なところです。というのと、そもそも何と書いてあるのか全くわからない場合もあります。いい例として、こちらほぼ間違いなく銀河団本部なんですよね。でもこっちは大祭、下の6文字はなんだ、もはや全くわかりません。しかもこれ見てください。宿舎にかかっている札なんですが、ほぼ間違いなく表札、つまり個人名が書かれているはずです。しかしこれどの通りを見ても同じ表札の繰り返しなんですよね。建物の中の人物はみんな違う名前なのに、表札はめちゃくちゃ幾何学的なんですよ。そもそもここに意味を見出そうとしている時点で頭おかしいという可能性が最も高いんじゃないかという話です。ただなんとなくですが、文字ごとに込められた意味があるようにも思います。アルファを倒したようなこのクルリンの文字、例えば天眼の36の6、訓練場の上なんかに使われています。こうやって並べると場所や位置を表す言葉なんじゃないかなと想像することができます。また川に似たこの文字はどれも水と関係のある文言に使われていたり、カッコ点みたいな文字は中央や中心的なものを表しているように思います。どれも妄想の類になってしまいますが、もともと日本語の50音も一つ一つの発音に意味が込められたりしていますから、そういった読み解き方というのも一つあるかもしれません。分かったこと3、翡翠文字は伝木たち浄土人が持ち込んだ説。いろいろ調べているうちに気づいたんですが、今散々翡翠文字と言ってるこの文字、翡翠のものじゃないっぽいんですよね。というのもポケモンシリーズのレッツゴーピカチュウ&イーブイに登場する街の看板なんかの表記が翡翠文字にとても似ています。ピ
ピカボーイは初代赤緑青と同じ世界線のピカチュウ版のリメイクですから、舞台は関東地方ということになります。ところで銀河団団長である電木やムベは過去エピソードから推察するに、どうやら上都地方出身であるようですね。金銀バージョンではつながりの洞窟を通ることで関東と上都を行き来できることから、この2つの地域は同じ文化圏と考えることができます。ということはシンプルに考えて、電木たちが寿村で使用している文字は関東や上都といった地方で使われている文字なんですね。ちなみにですが、土着の民である真珠団金剛団の集落内で全く別の文字が確認できます。ダイパリメイクでは町の看板などに寿村と同じ文字が書かれているので、もしかしたら真珠金剛の文字文化は神王の発展とともに廃れていってしまったのかもしれませんね。一方でラベン博士の研究室を覗きます。するとそこに書かれている文字全然違うんですよね。博士はガラル地方の方ですし、作中でもたびたび英語を話す描写が見受けられます。ガラル文字と英語の関連については次の機会にお話しできればと思うんですが、とりあえず現時点で言えることは、関東、上都、翡翠では翡翠文字が過去仮で、ガラルではガラル文字と別の文字文化が同時期に存在していることがはっきりしたということです。銀河団の各部屋にある黒板の文字とラベン博士の研究室にある文字を見比べます。そうすると翡翠で使われている文字は漢字やハングル、そしてガラルの文字はアルファベットやキリル文字、スラブ系ロシア語とかの言語で使われる文字になんとなく似ている気がします。面白いですね。分かったこと4、筆で書くことを念頭に作られた文字である。今の話の関連で言うと、この文字は筆で書くのに適した文字、言い換えるなら筆で書く中で発展確立した文字であるということです。作中多くの筆文字が登場します。一番身近な例で言うと力技早技ですかね。ダメージを食らった時の画面の端とか、あとオープニングのアルセウスの文字も明らかに筆を意識した演出となっています。先ほど嫌というほどお見せした文字の書き起こしシーンですが、あれコツをつかむと本当に漢字とかひらがなみたいに書きやすいんですよ。それでギガトンボールの模様が文字であると気づいたくらいなんで。銀河団2階にある調査隊の部屋の端に小上がりがあります。ここ上がれるんですけれど、正面に立派な掛け軸がかかっていて、ゆっくり鑑賞することができるんですね。これも多分ちゃんと解読すれば何て書いてあるかわかると思うんですけど、今これを公開しているタイミングでは学生の皆さん夏休みだと思うんですが、自由研究何やるかまだ決まっていないというそこのあなた、ポケモン世界の文字について調べてみるのもいいかもしれませんよ。これ思った以上に奥が深くて楽しいです。分かったこと5、翡翠文字は全部で〇〇種類。これね、まさか翡翠文字が関東や上都でも使われていたとは知らなかったんで、とりあえず村の中および地名で使われている文字の種類を隅々まで数えてみました。ざっと45種類、多分もっとあると思います。でもここまでにしておきます。ということで文字の配置がほぼ完成しました。今度は配置図とは別に実際の見た目をイメージできるような図を簡単に作っていきます。文字の向きを放射状に変えるだけなんですが、急にそれっぽくなってきましたよね。実はこの図案一箇所だけ自信のないところがあります。前回目とか言っておいて申し訳ないんですが、というのはこの文字、おそらくなんですが同じ文字を2回使うことってないんじゃないかと思いまして、外側の文字に関しては下半分が見えなくなってしまうので、こっちの方をほぼ同じ形の別の文字にすることにしました。もしかしたら本物は同じ文字を使っている可能性があるんですが、これはポチの美意識というか勝手な想像で変更することにしました。ご了承ください。ということでついにギガトンボールの模様全解明です。先ほど文字に特定の読み方はないが、それぞれに特定の意味が与えられているのではという話をしました。ざっとですがギガトンボールの模様には海や天、地、中心、また銀河団という文字の一部などが記されているのが確認できます。これは自然に対する畏怖や団員の無事への祈り、また当時は恐ろしい生き物とされていたポケモンの力を抑え込もうとする人々の切実な思いが込められているように感じました。
ポケモンレジェンズアルセウスをプレイしている人なら誰しも目にしたことのあるこの文字。普段なかなか意識して見ることのないものですが、紐解いてみると奥深く面白い発見が数多くありました。普段は私ポチですね、スチームパンクという SF ジャンルでクラフトを行っております。木星蒸気モンスターボールもある意味ではスチームパンクだということで制作をしているわけなんですが、今回の模様解明や文字の考察というのも結局のところ SF 心がうずいてしまったという意味ではスチームパンク的側面があったということができそうです。そう、木星蒸気モンスターボールはロマンであり科学でありスチームパンクなんですよ。皆さん、科学の力ってすげえ。次回はこの図案を使って実際のヘビーボール、メガトンボール、ギガトンボールを制作してまいります。ぜひそちらもご覧ください。それでは最後までご視聴ありがとうございました。あなたに旅の幸運を。